どうもこんにちは。今回はスーファミの修理です。以前、オークションサイトでスーファミを落札したのですが、説明文には何も書かれていなかったのですが、開けてびっくり、ワンチップの大当たりでした。中がホコリだらけだったので、ウッキウキで無水エタノールで掃除をして組み直しました。電源を入れたらこの状態に。何かした覚えもないのですが壊れました。最初は素直ないい子だったのに、邪悪なオーラをまとっています。貴重なワンチップ筐体、なんとか修理したいのですが、スーファミは修理したこともなく、症状もかなりの難易度。今の私のスキルでは修理してもとどめを刺すだけで手に余ります。そこでスーファミ修理の修行をします。ここに7台の壊れたスーファミがあります。ラスボスを含めて4台は症状が分かっています。あと4台は完全ジャンクですが症状が分かりません。これを全て修理してスーファミ修理スキルをレベルアップすれば、凶暴化したワンチップブリッジを構成させることができるのではないでしょうか。それでは早速始めましょう。まず1台目です。これは症状が分かっています。メルカリで落札しました。説明文には、数年前に中古で購入。画面が暗く映らなくなってしまいました。しばらく通電しておくとできたりしますが、故障品として出品します。修理できる方、いかがでしょうか。とのこと。お任せください。動かしてみましょう。ドンキーコングです。コンポジットで出力しています。しばらく通電しておきましたが、暗く映らないというか真っ暗ですね。音声は問題なく出ています。分解しましょう。分解方法は簡単です。最初の1台だけさらっとやっておきます。裏のケースの6つのネジは任天堂がよく使う特殊ネジですね。大きい方の特殊ネジです。裏に4つのゴム足があるので初期型のスーファミです。中期型以降はコストカットされてゴム足が2個になります。中はホコリもなく綺麗ですね。分解済みでしょうか。ここにバネがあるので飛ばしてなくさないように注意してください。電源スイッチを外します。フロントパネルを外します。フレキを切らないように注意してください。ネジは2種類使われています。力のかかる部分にはシルバーの長いネジです。組み戻すときに間違えないように注意してください。初期型はサウンドモジュールが独立した別基板になっています。放熱板を外します。裏のネジ5本と3端子レギュレータのネジを外します。電源と映像周りです。表面実装のコンデンサですが、ハンダに艶がないですね。液漏れしてそうです。サウンドモジュールは見た目は問題ないですね。音声が出ているので電源は問題なさそうですが、見ておきますか。あ、火花が放熱板に触りました。
葉月ルーペで見ると遠近感がポンコツになるんですよね。ヒューズが切れましたね。作業が増えました。ということでヒューズ交換です。1.5 アンペアのヒューズです。アリエクで手に入ります。これで何もなかったことになりました。いいですね。改めて電圧をチェックしましょう。三端子レギュレータの両サイドの電圧を見ます。10ボルト OK。5ボルト OK。電圧は正常ですね。問題ありません。RGB プロセッサから AV 端子までの図面です。これを見るとコンポジットと S 端子が RGB プロセッサから別の回路になってますね。S 端子で映像出力があるか確認しましょう。S 端子で接続しました。あれ、映像が出ましたね。ということは RGB プロセッサまでは正常に映像信号は来ていて、そこからコンポジット出力の経路に何か問題があるようです。コンポジット出力の映像信号を後ろで見ましょう。AV 端子の9番ピンです。全く何も信号が出ていません。映像信号を AV 端子から逆にたどっていきましょう。ここは信号がありませんでした。次ここを見てみましょう。抵抗 R33 の入り口です。基板ではここですね。ここも全く信号がありません。次はここ、コンデンサ C517 の出口です。場所はここです。映像信号出ました。 R33 と C517 の間には電子部品もありませんので、断線でしょうかね。断線箇所をジャンパ線でつないでみますか。画面が暗くなったらしいので、前のオーナーさんが最後にどんな画面を見たか気になります。 C57 と C58 は並列につながっているので、つけやすい手前の C58 のマイナスに接続します。確認します。画面映りましたね。確かに少し画面が薄暗くぼやけています。コンデンサが劣化しています。液漏れの痕跡がありますので、この一帯のコンデンサを全て取り替えます。液漏れした基板はハンダが溶けにくく、ランドも剥がれやすいので低融点ハンダを使います。
それほど腐食はしていませんね。断線箇所を確認していますがランドの剥がれはありませんね。見た感じ問題なさそうですが。通電確認しています。抵抗からスルーホールまではつながっています。スルーホールからコンデンサが断線してますね。このスルーホールの中が液漏れで腐食して断線しているようです。コンデンサの足の切れっ端を使ってジャンパします。ジャンパ線を固定するためにレジンで固めましょう。カチコチです。通電 OK です。C65 と C66 はオーディオ出力用カップリングコンデンサですね。コンデンサをつけます。オーディオ用のコンデンサをつけたいところですが、たくさん修理しないといけないので、ケチって普通のコンデンサをつけました。
映像部は100マイクロファラドを4個です。コンポジット出力と S 端子接続が各2個ずつ並列に接続されています。まとめて200マイクロファラドをつけてもいいですが、ちょうど200マイクロファラドってなかなか売ってないですよね。放熱板に接触しないようにご注意ください。電源部は33マイクロファラドが2個です。 C63 および C64 は 9V 電源ラインの並活化とノイズ除去用のデカップリングコンデンサです。この青の大きなコンデンサも交換したいところですが、液漏れしてないようなので見送りました。最終チェックです。グッドボタンよろしくお願いします。映像もかなり明るくなりました。葉っぱの緑がツヤツヤになりました。これにて1台目クエストクリアです。この R33 と C57 の間の断線はよくある故障みたいです。もし皆さんも音声は出るけど映像が出ない、そういった初期型のスーファミがありましたら、テスターだけで簡単に確認できるのでチェックしてみてはいかがでしょうか。これからもコッパさんの作業台ではこのような動画を作っていきます。もし気に入っていただけたならチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。